さんこんにちは。世界4カ国でパーマネントメイクアップにおいて賞を受賞しておりますアメリカの現役パーマネントメイクアップアーティスト、そしてインストラクターの誠です。現在はですね、アメリカはハワイのホノルルを拠点に活動させていただいております。今回はナノヘアストロークブローのテクニックについてご紹介していきたいと思っております。今回初めて動画を見ていただいている方で、ナノヘアストロークブローって何っていう方もまだまだたくさんいらっしゃると思うんですね。で、前回のパウダーブローの動画の中で少し説明をさせていただいてるんですが、要するにナノヘアストロークブローというのは、マシンを使って行う毛並みのパーマネントメイクアップになります。マイクロブレーディングっていうのは聞いたことある方もたくさんいらっしゃるのではないかなと思うんですけれども、または今マイクロブレーディングやってますっていう方もいらっしゃると思います。マイクロブレーディングっていうのは要するにブレードというツールを使って毛並みを作っていくアイブロウのパーマネントメイクアップになります。それに対してナノヘアストロークというのはマシンを使って毛を描きますよというやり方になります。ナノヘアストロークと言いましてもいろんなやり方があるんですね。で、今回はモノムーブメントといった手をゆっくり動かすことで肌の中に色素を入れていくやり方をご紹介させていただいております。今後はですね、また違ったやり方で行うナノヘアストロークも紹介をしていきたいと思いますので、ぜひ皆様チャンネル登録をしてください。それでは皆さんご覧ください。それではやっていきましょう。まずはじめにビフォーの写真とビデオを撮影していきます。そしてアイブロウのマッピングからデザインをしていきましょう。次にメインとなるストロークを描いていきます。ストロークを描くときは左右対称に描くことがとても大切なポイントとなってきます。時間をかけてゆっくりと左右対称に描いていきましょう。ストロークはなるべくクリアに描いていきましょう。描いたストロークが太くなりすぎた時は細い綿棒などを使って修正していきます。麻酔クリームを塗布していきます。描いたストロークの上から綿棒を転がしてデザインを消してしまわないように慎重に麻酔クリームを塗布していきます。麻酔クリームが乾いてしまわないように必ずカバーをしましょう。麻酔クリームを取っていきましょう。デザインを崩してしまわないように素早くこのように取っていきます。そしてティッシュオフをしていきましょう。モノムーブメントで描いたストロークの上から慎重にピグメントをデポジットしていきます。デポジットの際はニードルのチップだけを上手に使っていくところが大切なポイントとなってきます。お客様の頭を左右に動かしながら適正なポジションを確認して施術を進めていきましょう。このように3方向にスキンをしっかりとストレッチしていくことで施術がしやすくなると同時に肌への負担が軽くなります。これを 3-way ストレッチと言います。
デバイスを握っている小指でデバイスの重さを支えると同時にしっかりとスキンを下の方向へ引っ張ります。ピグメントをきれいに拭き取り、ニジマ水を塗布します。反対側の眉も同じようにやっていきましょう。最初のパスでストロークがきれいに見えています。セカンドパスはその上からさらにピグメントをデポジットしていきます。ここではメインのストロークを濃くしていきながら、さらに次のストロークを足していきます。使用するテクニックはジグザグムーブメントです。毛先は濃くなるのを防ぐために軽くタッチしていきましょう。反対側も同じようにリピートしていきます。ニードルは常に肌に対して90度、この角度を忘れないように施術を進めていきましょう。ここでスローモーションで見ていただくと分かると思いますが、メインのストロークから枝分かれするようにもう一本ストロークが足されているのが確認できると思います。このように一本一本ストロークを足していきます。そしてこの枝分かれするストロークは決して濃くならないように注意しながらやっていきましょう。サードパスではさらにストロークを足していきます。これによって眉がより立体的にふさふさに見えていきます。最後のフォースパスでは眉をより立体的に見せるためにメインストロークをより太く、そしてセカンドストロークもやや太めにしていきます。そうすることによって太いストロークと薄いストローク、このコンビネーションがよりふさふさで綺麗な美しい眉を作ることができます。最後のフォースパスではメインのストロークを濃くし、コネクションを強調していくことでより立体的で美しい自然な眉に仕上げていくことができます。必要であればストロークを足していきます。皆さんいかがだったでしょうか。私のインスタグラムでは最新の技術や練習法も上げております。概要欄にリンクを貼ってますので、ぜひフォローしてください。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。